どうも、ロジャスです。今回はいつもとちょっと違ったものをお届けしてみようかなと思っています。オリジナルのマッチを作ってみます。まずは、お家にあったマッチですね。これを解体していって、サイズ、寸法だとかをちょっと測っていこうかなと思います。昔からこのマッチというものが好きでですね、昔のマッチのデザインだとか、国内に限らず海外のものでも本とかネットで眺めたりたまにするんですけど、仕事でもね、マッチというものは作ったことがありまして、昔アパレルのデザインをやってた時にお店に来た人に無料で配布するようなマッチをシリーズ化してですね、作ったところ、結構喜ばれましてね、何回も作ってました。寸法を測ったんですけれども、結局横に置いて目印つければもうそれで済むっていうね、ちょっと無駄な作業をしてしまいましたけれども、この使っている紙はただの厚紙ではなく、いつもの水彩紙です。ニュート EMK ポスター紙というものですね。折り目になるところはシャープペンでなぞりましたね。それで、溝を作って折りやすくするという形です。で、これがですね、もともとついていた紙よりも薄いので、ちょっとスカスカにやっぱりなってしまったんですけど、これね、でも後で対応策があるので大丈夫かなと思います。もともとちょっと分厚い水彩紙を使えばいいんですけれども、これのために買うのもなんだなと思っていつものを使ってます。さあ、絵の下書きを進めていきます。動物を1個描くだけじゃなくて、少しデザイン的な要素も入れたいなということで、下書きを進めています。描き方はいつもと同じ鉛筆で下書きして、漫画ペンで描いて、水彩絵の具で塗っていこうかと思っているんですけど、仕事で作った時とかはですね、パソコンとかデジタルで作るので、細かいデザインが可能なんですけれども、今回この小さいスペースにアナログで全部描くということで、あんまり細かいデザインできないなというところで、シンプルなものでよく見せられないかなと思って進めております。デザイナーさんだとかイラストレーターさんにはあるあるなことだとは思うんですけれども、一枚の平面的な紙で終わらせるだけじゃなくて、箱にしたいだとかね、そういうものを作りたいクリエイティブ精神っていうのは、欲求として皆さん持っているのかなとは思っているんですけど、私も前々からマッチ作りたいなっていうのは思っておりまして、で、趣味でですね、山登りとか、キャンプとか、バーベキューとかも庭でしたりするので、その時にね、火を起こす時に、マッチを使うことがあるので、その度にですね、このマッチ箱を自分でオリジナルにしたいなっていうのは、欲求として持ってました。大体ライター使っちゃうんですけれども、たまにマッチ使おうと思ってね、使ってみるとその匂いだとかね、それを使っていることがちょっと嬉しいというか、あとはこういう小さいものをコレクトしたいというのもあるんでしょうかね。小さい箱にデザインが詰まっているというのも見てて楽しく感じるし、せっかくなので箱3面分を、何か絵を描こうかなと思って、今回は狼を選びました。これ狼の骨です。ここと反対側の側面は、側訳がするところですね。その部分になるので絵は入らないんですけれども、いつもより描く範囲が狭く限られているので、このペン先も細い線が描けるものをチョイスしているんですけども、ちょっとね、やっぱ小さいとバランスの取り方とか逆に難しいですね。普段はですね、こういうのを作るときは、仕事だったりしたときはですね、ちゃんとしたバランスで作りたいので、絵もデジタルで描いて、文字のところはイラストレーターだとかで、打ったものをフォトショップだとかで構成して一つの画面にしていくっていうことをするんですけれども、せっかくロジャスのチャンネルでやってるんで全部手書きでやってみようかなと思ってるんですが、デザインとかイラストレーターの仕事を20年以上やってるとですね、デジタル上で、アナログに見せる方法もあるんですけど、プロの人がね、見てもこれアナログ？デジタルどっちで作ってんだろうっていう、ちょっとわかんない程度にね、作ることは可能なんですけれども、それでもね、完全アナログでいった時の質感には、やっぱり追いつかないところがありまして、例えばですね、これ今黒い線描いておりますけれども、この線1本取っても、紙にですね、
インクをこう置いて描いている状態なので、この紙質によって滲み具合だとか、黒のインクの濃さがね、ちょっとずつ厳密には変わってきているんですね。それがね、黒い線1個見てもアナログの良さだったり、味と言われるものになるんですけれども、これにさらに水彩絵の具を乗っけていきますけれども、黒いインクの上に水彩絵の具を塗り重ねると、やっぱりね、黒がちょっと薄くなるというか、上にね、層のように絵の具が重なってくるので、少しね、黒が薄くなっていくんですね。で、それがね、うまく水彩絵の具と馴染むんですよ。だけども、デジタルの場合はですね、黒はいつまで経っても黒い線のまま。だから、こう、色と線がパッキリ分かれてしまう。後からですね、黒い線に、色を乗っけてあげて馴染ませるということもできるんですけど、やっぱりその辺ですね、予期せぬ、色の混ざりだとか滲みがですね、デジタルじゃまだ表現しきれないところがあるんじゃないかなと思っています。すいません、声が枯れてしまっておりますね。最近ちょっとですね、原因不明の咳がかなり出まして、夜も咳で寝れないことが多いんですけれども、ちょっと聞きづらいかもしれませんが、ご了承ください。また、デジタルで出ない、良さになるのかな。これは個人の好みなんですけど、こういうね、文字を書いても、下手じゃないですか。パソコンで打った字よりは。文字の太さも統一されなかったりだとか、薄いところ、濃いところが出てきちゃったりだとか、変なスペースができちゃったりだとか、文字がよれて見づらくなってしまうだとか、そういうこともあるんですけど、デザイナーさんだったら、几帳面な人だったらね、そういうところちょっと納得いかない部分にはなってしまうんですけど、私は今イラストレーターなので、そういうところも含めて味になればいいなと思ってるので、こういった線もあえて全部手書きで描いております。今こういうふうに線を太くしておりますけれども、見やすくするためっていうのもあるんですけど、仕上がりを想像した時にですね、今回は文字だとかのデザインもかなり入ってきているので、コントラストをしっかり出してあげた方が、箱としてインパクト出るかっこいいものになるんじゃないかなという想像のもとでやってます。だから、薄いところは薄いところ、濃いところ、例えば黒はパッキリ濃く、その明暗をしっかり分けた方がかっこいい箱になると思ってるんですね。ということで、この後色塗りもしていきますけども、それもちょっとコントラストつけてできたらなと思っています。これ今塗ってるのはマスキングインクですね。こっちはですね、雪の降る景色にしちゃおうかなと思っています。周りの下地塗りから始めるために今周りの色を作ってます。イメージ的にはですね、青を基調としたデザインにしたいなと思ってます。これがね、この折り目の部分、かなりね、絵の具が染み込んでしまってますよね。折った分ね、多分表面積が多くなるからですね、その分こう染みてっちゃうんですね。この辺がね、うまくいくかどうか。はい、この薄い側面も塗ってきます。ここね、白が出ちゃうとね、あんまりかっこよくないなと思うので、この周りのところはね、綺麗に塗りたかったらポスターカラーだとか、リキテックスとか、そういったもので塗るとね、あんまりムラが出ず、綺麗に塗れるものなので、個人の好みですね。で、こういった緑もですね、塗るときに、あえてで、混色をしてサイドを落としております。アースカラーというね、あんまりサイドが高くない色の組み合わせが私好きなんですよね。この辺水を垂らして、吸い取ってます。薄い部分を作るためにですね。こういったことも水彩絵の具では結構、表現のやり方としてやる人は多いですね。あとはですね、グラデーションにうまくならなかったなっていうところはこういうふうに水つけて吸い取って、地の白と、
色のグラデーションを作るということもやりますね。空はですね、そのまま白でもいいんですけど、ここにも雪があるように少しは見せたいので、雲がかかっているように薄いグレーを塗りました。どんどん地の色から塗っていきます。ここら辺も薄いグレー、地の色を塗って、それが乾いたらまた濃く塗り重ねるという方法をやります。私ね、あんまり、にじみを多くするよりは、色をちょっとパキパキと分けていくような塗り方、色の出し方が好きなんですね。だから、地を塗ってそれが乾いたらまた塗り重ねるという方法をよくやってます。この辺は黄土色で色を合わせてますね。黄土色もそのまんまの色を使うんじゃなくて混色してちょっとサイドを下げています。そのアースカラーというのに合わせるためにですね。この辺はですね、この周りの青に何の色を置いたら合うかなというので黄土色を選びました。ここも白く結局は見えるところにはなるんですけど、ここにも薄いグレーを敷いてます。なんだろうな、白い部分は白抜きするというのが水彩の基本のやり方ではありますけれども、それでも少し色を塗って白抜きのスペースをですね、少なくした方がね、絵としてなんかこう深みというか、なんか良くなる気はしてますね。なんかうまく言えないけど。はい、カバーの部分を一旦乾燥させるために、その時間にですね、この中の箱の部分ですね、これに、色を塗ってます。これはですね、リキテックスリキッドをそのまま使って塗ってます。この部分もリキテックスリキッドです。先ほど言ったコントラストを出すためにですね、黒いところは黒でビシッと決める。その方がなんかこう、パキッと見えてかっこいいデザインになるんじゃないかなというところで、リキテックスリキッドをチョイスしました。こういったところでリキテックスリキッドはやっぱりいいですね。サラサラした完全な液体状になっていて、それでいて色の濃さは保ってくれている。なので、こういうところに使うのはもう本当に非常に優れてますね。だからこの紺色で塗った周りのところもリキテックスリキッドで色を作って塗ってもよかったかもしれないですね。水彩で塗るとムラが出てそれが味にはなるんですけれども、周りの紺色のところが完全に乾いてきたのでそこに色を塗り重ねます。イメージとしてはもうちょっと濃い紺色を入れた方がかっこいいなと思ったので、この側面のウルフ、ロジアスっていうのがね、上下ちょっとずれちゃってね、ちゃんと測ればよかったなというのが一点後悔してますね。色鉛筆で黒いところ、細かく濃さを出して絵にメリハリをつけていっています。ある程度塗れたらこのマスキングを剥がしていきます。ペリペリペリ。雪ができてきましたね。はい、これもともとあるマッチが入ってた箱です。それに、ボンドで先ほど黒く塗ったものを貼り重ねて、箱の強度を増すとともに、箱の厚みが出てこう膨張したような感じになりますよね。だから、冒頭の方でスカスカだった分が解消されるんじゃないかなという考えです。ここら辺クリップつけてボンドをもうみっちりしっかりつけました。制作日とサインを一応書いておきます。で、これにつけていくわけですけれども、で、こう巻いて、で、ぴっちりつければぴったし合うんですけど、ここにですね、あえてこの水彩紙1枚を仮置きしといて、それでこの箱をつけます。そうすると、後々この水彩紙分、余裕ができてるんですね。だからこう開け閉めするときにスムーズになるんじゃないかなと思ってやってます。で、ボンドつけたら輪ゴムでぴったり固定して乾くのを待ちます。で、その間にこの側訳、このするところですね。それをね、もともとあった箱から切り出してこっちに貼っつけちゃいます。ここにね、ペタッと。
まあこのマッチを大量に作りたい場合だとか、この側訳の部分だけシール状になっているものがネットで販売されてたりしますけれども、まあそんなに大量に作る計画はないので、もともとあるものを利用しちゃいます。まあこの後付けした分、ここだけボコッと膨らんでしまうのがね、悔やまれるんですけど、まあそこはしょうがないですね。はい、じゃあそろそろボンドが乾いたので、中のこの仮置きしていた水彩紙、これを取ります。これを取らないとやっぱぴっちりですね。で、取ると、どうですか？ほら。なかなかスムーズ。バッチリうまくいきましたね。ちょっとボケちゃってるけど。ってな感じで完成でございます。どうでしょうかね。まあ、かなり手書き感が出て、いい遊びになるんじゃないでしょうかね。皆さんも作ってみたらどうでしょうか。なんかこれシリーズ化しても面白いんですけどね。あとはまあこれをグッズにして販売してもいいんだろうけど、マッチってね、どうしても需要が今もうないですからね。みんなライターとか使っちゃうし。まあ個人的には気に入りましたんで、棚に飾っておきたいなと思います。こういった工作もね、作業としてすごく好きなので、また何か作りたいものがあったら作ってみようかなと思います。今回はロジャースクラフト、新しい企画でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた。